UFO の飛行原理。体がふわりと軽くなると、どこからともなく柔らかく甘い魅力的な女性の声が耳に響いてきました。ふと見ると、立体バーチャルスクリーンに星が一瞬映し出され、すぐに消えていきました。進行方向を示す図もスクリーンに表示されていましたが、時折宇宙船がジグザグに進んでいるようにも見えました。宇宙船は起動し、ロボットたちは立体バーチャルスクリーンを見つめながら操作を続けていました。私も彼らに宇宙船について質問することにしました。この宇宙船って私たち地球人がよく言う UFO ですよね。その通りです、と彼らは答えました。UFO はすごい速さで飛ぶと聞いています。雑誌で読んだところによると、最速で光の速度、つまり毎秒30万 km に達するとありました。それは本当なんですか？その通りだ。UFO は高速で動いている。とスダールは説明を続けました。UFO には3つの時空状態がある。まず1つ目は質量ゼロの冷気状態で、この時 UFO の静止質量はゼロとなり、確定した運動質量を持って常に高速で移動できる。この状態は自然界で光が持つ時空状態と同じだ。2つ目は微小質量の純冷気状態で、この場合 UFO の質量は地球の基準で約 1g の1000分の1ほどだ。この状態では UFO は静止や高速未満の任意の速度での飛行が可能で、地球の大気中を浮遊することもできて、必要に応じていつでも質量ゼロの状態に切り替えることができる。3つ目は通常の状態で完全に静止し、質量変化動力系が閉じられていて、通常の物体と同じ確定した質量を持つ状態だ。すごいですね。飛行の原理はどのようなものなんですか？やはり複雑で難しいのでしょうか？と尋ねると、スダールはこう答えました。実際 UFO の飛行原理はとてもシンプルだよ。お前たちの中国語で説明すると、たった一文で説明できるよ。と言いました。宇宙の中で任意の物体の質量をゼロにすると、その瞬間に高速で運動するっていうのが UFO が高速で飛行できる原理だよ。その説明には驚きました。とても単純そうに聞こえますが、どうすれば物体の質量をゼロにできるのでしょう。それこそが難問に思えます。さらにスダールは続けました。自然界には2つの異なる運動方法がある。一つは量的変化、もう一つは質的変化。通常の運動は量的変化であって、地球の科学者たち、例えばニュートンやガリレオによってすでに詳しく説明されているよ。地球の科学者たちは運動量保存則に基づいて飛行機や自動車の運動原理を理解しているけど、それは地球上の環境に限定されたものなんだ。運動量は質量に速度をかけたもので、力は運動量が時間によってどう変化するかを示すものだ。だから地球の飛行機は大気圏内でしか飛行できないんだよ。ノートンは説明を加えました。私たちの星における運動量の定義は、ベクトル光速から物体の運動速度を引いたものに物体の質量をかけたものです。ここで P は運動量、M は物体の質量、V は運動速度、C はベクトル光速です。ベクトル光速 C の方向は変化する可能性があり、モードは一定のスカラー光速 C を保っています。この運動量を時間で微分すると4つの力が現れます。これが宇宙で最も基本的な4つの力であり、物体に働く力はこの運動量の時間変化に基づいています。ただし UFO の場合は質量だけが時間とともに変化し、速度には影響しません。UFO の質量が減少すると速度は変わらないまま、質量がゼロになると瞬時に高速に達します。UFO の速度はゼロから一気に高速に切り替わり、その変化は連続的ではありません。UFO の速度は初期速度と高速の2つの値だけを取り、速度の増減が連続しないのです。我々の UFO の運動原理はもう一つの運動方法である質的変化に基づいています。つまり UFO の質量は時間とともに変化できるということです。私たちはこれを過質量運動と呼んでいます。UFO の質量がある一定の値からゼロになると、追加の加速力を必要とせず、高速で慣性運動を続けます。この状態は内外の要因によって変わるまでは維持されます。宇宙全体では、静止した物体に対して周囲の空間がベクトル光速で四方に放射状に広がっています。
この現象が物体に質量や電荷を生じさせる根本的な原因であり、質量とは物体周囲の空間内での高速運動の変異数を示しているのです。もし物体周囲の空間における高速運動を消す方法が見つかれば、その物体は質量を失い、追加の力なしで高速で運動するようになります。すべての物体には静止運動量が備わっており、それは質量とベクトル高速の積として定義されます。ここで M' は静止質量で、運動時の質量 M とは異なり、C' は物体が静止している時の周囲空間のベクトル高速です。運動時の周囲ベクトル高速 C とは異なりますが、いずれもスカラー高速 C を持っています。そしてこの静止運動量は保存され、物体が (C-V) 0の状態に達すると、質量が無限大になります。無限大という概念は我々にとっても不快であり、できる限り避けたいものです。この不快な無限大が生じないための一つの解決策として、静止質量が0であるという可能性がありますとノートンは説明を続けました。地球では相対論によって静止エネルギーが認識されていますが、そのエネルギーの根源が静止運動量であることには気づかれていないようです。私は少し理解できたような気がしました。どうやら UFO は質量を速度に変換し、逆に速度を質量に変換できる仕組みを持っているようです。そこで質問を重ねました。あなたたちの UFO は高速で飛行できるのですか？地球の書物では遠く離れた星々までの距離は光年単位で表されているほど遠いとされていますが、高速で飛行しても何年もかかるはずです。それでもあなたたちは数時間で私たちの星に来られるということですね。ということは、実は近くに隠れているのですか？ノートンは私を驚かせる答えを返しました。物体が高速で運動すると、その運動方向に沿った空間の長さはゼロに短縮されます。スダールも補足しました。地球のことわざで言えば、遠くはてっぺんにあり、近きは眼前にありということだよ。運動方向に沿った空間の長さがゼロになるならば、高速で飛行するときには時間がかからないのでは？それなのになぜあなたたちの UFO が母星に戻るのに数時間かかるのですか？ノートンはさらに詳細を説明しました。例えば450トンの質量を持つ UFO が高速で飛行するには、質量をゼロにするまでの過程が必要です。このプロセスを時空状態の変換と呼んでいます。UFO が着陸する際にも0から450トンに戻るまでの過程が必要です。実際には UFO が地球にいるとき、まず外部のエネルギー場を使って質量を極小に減らし、例えば 0.450g の純冷気状態にまで達します。そして離陸時には UFO 自体のエネルギーを用いて質量を 0.450g から0に減らします。0になった瞬間、UFO は追加の力を必要とせずに高速で運動を開始します。到着後も完全な450トンに戻すことはせず、エネルギーを節約するために微小な質量のままにします。質量の変化や時空の変換には膨大なエネルギーが必要であり、 UFO 自体は無制限のエネルギーを持つわけではないのです。またノートンは UFO が無音で飛行する理由についても説明しました。 UFO の前方に薄い気体があったとしても、 UFO が無質量で飛行している時にはこれらの気体と衝突する力はゼロで、相互作用が生じません。また UFO はこれらの気体を押しのける反発力場を生成することができます。この場は円柱状の螺旋運動をする空間に基づいており、無形物質のため空気と摩擦しても音を発生しません。この2つの方法によって UFO は空中を無音で飛行することが可能です。ただし、もし惑星に遭遇した場合、その質量は非常に大きいため UFO は回避しなければなりません。回避しないと時空状態が変換され、冷気状態から通常の状態に戻るため事故が起こる可能性があります。理論上惑星全体を無質量にして通り抜ける方法があれば障害はありませんが、実際には膨大なエネルギーが必要で不可能なのです。したがって惑星を避けるには UFO の時空状態を変換する必要があります。惑星を避けるための時間が宇宙空間を移動する際の時間のほとんどを占めているのです。スダールも補足しました。地球の相対性理論に基づけば
この惑星系と地球の距離は約50光年ある。 UFO が高速で地球まで往復すると地球から見れば100年が経過することになる。でも UFO 内部の乗客にとっては数時間で帰還するように感じられるんだよ。私は驚きつつ尋ねました。本当ですか？それでは地球で待つ人々は長い間待つことになるし、私たちがあなたたちの星を訪れるのも簡単ではないですね。スダールは続けました。実際にはこの星と地球の間には時間精査って呼ばれる時間の経過の速さの違いもある。宇宙の異なる惑星では時間の流れが異なるから、このような時間差が自然に生じる。私たちはこれを自然時間精査と呼んでいる。そしてそれに対応する形で人工時間精査も存在する。スダールはさらに説明を続けました。もし私たちの惑星の時間精査が地球よりも高い場合、高速で UFO が地球に向かうと、私たちは地球に到達するのに50年もかからないということだ。でも地球から戻る際にはもっと時間がかかる。つまり往復で時間は相殺されてしまうことになる。だからこの時間精査は実用的じゃないと考えられがちなんだ。でもそれは誤解だ。私たちはこの時間精査効果を利用して UFO の帰還に100年もかける必要がないようにしてるんだ。惑星間の自然時間精査効果は非常に小さく、特に近距離の惑星間ではほとんどない。時間精査は相対的な運動で生じるから、惑星の回転速度が影響してるんだ。遠くの惑星ほど回転運動線速度が大きく、結果として時間精査が拡大する。でも私たちは人工的に強い時間精査効果を作り出して、100年かかる時間を1時間未満に短縮することができるんだ。具体的には UFO の周囲に人工エネルギー場を発生させて、その中に UFO を置き、時空の性質を変えることで地球と UFO の間に大きな時間精査を作り出す。これによって UFO が地球に到達するまで50年かかるはずの距離でも非常に短時間で到着可能になるんだ。地球から私たちの惑星に戻る際にも同じ方法で UFO 周囲の時空を変えて再び短時間で帰還できるようにしているってことなんだ。スダールの説明は私には難解で理解が追いつかないものでした。もう一つ質問がありますと私は言いました。地球でも UFO 目撃情報があり、それらは急激に加速することが確認されています。でもその際 UFO の中にいる乗客はものすごい力を受けるのではないでしょうか。それともあなたたちは地球人よりもずっと強靭な体を持っているんですかと尋ねました。スダールが答えました。 UFO はゼロ質量か極めて小さい質量で飛行しており、乗客が受ける力は加速度に質量をかけたものになる。もし質量がゼロであれば、加速度がいくら大きくても乗客が受ける力はゼロ、あるいはごくわずかになるってことだ。また質量がほぼゼロのため、衝突力や摩擦力も極めて小さい。摩擦の本質は微小粒子の衝突だから、これによって UFO は地球の大気中を無音で飛行できるんだ。少し理解できたように思い、続けて質問しました。では UFO はどうやって作られたんですか？するとミーリが笑いながら反問しました。地球に戻って UFO でも作りたいの？スダールも笑い、UFO が作れたら UFO に乗ってあちこち駆け回ることができるなと冗談めかして答えました。もしゼンが操縦中にうっかり火星あたりに行ってしまったら戻れなくなって大変なことになるよ。ミーリも皮肉っぽく続けました。それならゼンは火星で暮らした方がいいかもね。もし地球に彼女がいたらお互いに思い合って悲しい気持ちになるしかないわ。そんなシーン地球の映画でよく見かけるわよね。僕には彼女はいないし火星に行きたいなんて思いませんと私は内心反撃しようと思いましたが、黙って我慢しました。するとノートンがこう言いました。一人の力で UFO を作るのは不可能ですよ。もし彼が UFO の理論を理解してそれを周りの人々が信じたなら、地球の科学者たちは UFO の開発に力を注ぐでしょう。でもそんな指示がない限り UFO を作るのは不可能です。では UFO を開発するのにどれぐらいの費用がかかるのですかと私は尋ねました。地球で原子爆弾を開発するのとほぼ同じぐらいの費用ですねとノートンが答えました。するとスダールが皮肉っぽく笑って、でももしゼンが地球に戻って UFO の作り方を話したら、周りの人たちは
ああ、また狂った人が現れたって言うんじゃないかなと言いました。スダールの言葉は耳障りですが、その可能性は高いでしょう。私は質問を続けました。UFO には相当なエネルギーが搭載されているはずですが、それは一体どんなエネルギーなのでしょうか。核エネルギーも中性子エネルギーも使えます。覚えておいてほしいのですが、 UFO は長距離飛行中には慣性飛行を行うため、エネルギーはそれほど必要ありません。ただし離陸時に質量をゼロに近づけたり、時空の状態を変えるときには膨大なエネルギーが必要です。 UFO が私たちの惑星から離陸するときは、まず外部電力やフィールドエネルギーを使い、 UFO の質量を極めて小さくするんですとノートンは私に説明しました。ではあなた方の円盤型の飛行船がなぜ円形のディスク状になっているのか教えていただけますか。飛行船が飛行するとき、どの方向を向いているのですか。また飛行船の動力システムについても簡単に教えていただけますかと私は尋ねました。実際この飛行船は地球上の粒子加速器に似ています。円盤の縁部分は環状の空洞になっており、その中を対流電子が流れているのです。この対流電子は同じ電荷を持つため互いに反発し、密度を高めることができません。しかしこれらの粒子を高速で環状に回転させると、電場が磁場に変換され、結果として電荷の密度を上げられます。小型の飛行船のドアは通常底部に配置されていますが、もし側面にドアがあると飛行船内の対流電子の流れが崩れてしまいます。大型の飛行船には高出力の人工フィールドスキャン装置が搭載されており、外角をスキャンして冷気状態を維持することで、乗員が直接外角を通って出入りできるようになっています。このため通常はドアが不要です。飛行船が冷気状態になり高速で飛行するときには、飛行の進行方向と飛行船の円盤面が直角になり、右ネジの関係が成り立ちます。右手で飛行船を握って4本の指が対流電子の回転方向を指すと、親指が飛行船の運動方向を指すことになります。飛行船が地球の上空に到達し準冷気状態にあるときは、高速より遅い任意の速度で飛行でき、人工制御やコンピュータープログラムを使って操縦できます。この場合飛行方向は円盤の側面のどの方向でも問題ありませんとノートンは説明しました。地球上空に到達した後、通常のエンジンを追加して地球の航空機のように空気をかき混ぜて飛行するのですかと私は尋ねました。いいえ、そうではありません。私たちの方法は飛行船を準冷気状態から冷気状態に移行させ、高速で移動させることです。ただし飛行時間は極めて短く、わずかな距離を飛んだ後すぐに準冷気状態に戻し、再び冷気状態に移行してまた少し飛ぶ、この飛行状態を繰り返すことで飛行を続けているのですと彼は答えました。この飛行方法もコンピュータープログラムによって制御されてて、必要に応じて補助的な制御も行われる。この方式で飛行する飛行船は地球外から見ると任意の速度で飛行できるように見え、慣性がないかのように急角度で曲がることが可能だ。そのおかげで非常に高い機動性を持ち、飛行軌道が奇妙に見えるんだとスダールは私の誤解を訂正しました。それでは飛行船の動力源は具体的に何なのでしょうか。飛行船を高速で移動させたり質量をゼロにするためにはどのような仕組みが必要なのですかと私はさらに問いかけ、問題の本質を明確にしようとしました。飛行船の動力システムの基本原理は電磁場と重力場の相互変換にある。磁場が曲面を垂直に通過する際、磁場が変化するとその曲面の縁に沿って環状の電場と環状の重力場が発生する。この瞬間、時空の透過性によって変化する磁場と生成された重力場、電場の3者が互いに直行する配置になる。変化する電磁場は運動する電荷によって生成されて、その運動電荷によって生成される重力場は連続的に分布する。一方、万有引力による重力場はある特定の点を中心に対称的に広がるんだ。この連続的な重力場を点対称の重力場に変換することが動力システムの要となるとスダールは説明しました。その後ノートンは私に話しました。地球の科学者であるファラデーは電気と磁気の相互変換、つまり電気を磁気に変え、また磁気を電気に変える現象を発見しました。この原理によって電力が地球上で広く利用されるようになり、
地球人の生活に深い影響を与えています。ファラデーの法則では、変化する磁場が垂直方向の電場を生じるとされていますが、実はもう一つの垂直方向に引力場も生じているのです。この時、変化する磁場、電場、引力場の3者は互いに直行しています。私たちの飛行船の飛行原理は、電磁場と引力場の相互変換に基づいています。変化する電磁場は正と負の引力場を生じさせることができ、特に負の引力場は物体に照射されることでその質量を減少させ、最終的にはゼロにすることが可能です。物体の質量がゼロになると、それは冷気状態に入り、高速での移動が可能になります。これが飛行船が高速で飛行できる理由なのです。地球上では電力が広く利用されていますが、私たちの惑星では電力を使用せず、人工フィールドスキャンを使っています。これは変化する電磁場によって生じる正と負の引力場をコンピューターで制御するものです。もし地球人が電磁場と引力場の相互変換の技術を習得できれば、高速飛行可能な飛行船や人工フィールドスキャン技術を生み出すことも可能になるでしょう。人工フィールドスキャンは物体の質量をゼロにして高速で移動させるだけでなく、他にも数々の驚異的な応用が可能です。主なものとして、建築や産業製造における大規模な冷溶接、コンピューター制御による医療治療、瞬時に消失する運動の生成、グローバルな通信ネットワークの構築、太陽エネルギーの収集および安価でクリーンなエネルギーの確保が挙げられます。さらに人工フィールドスキャン技術により、時間や空間に変化を与える多くの製品が生み出せます。例えば仮想的な建造物、光線を用いた人体の生成、情報処理や思考意識の読み取りと保存、人々が遠隔地で脳を通じて直接コミュニケーションすることも可能です。ノートンたちの説明は非常に高度で、私はその内容を理解するのに苦労しました。飛行船に関するさらなる質問はもうしませんでした。それで頻繁に他の惑星を訪れて調査しているのですか？はい、地球には何度も訪れていますとノートンは私の推測を肯定しました。あなたも私たちの長期的な調査対象の一人です。